こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。さきとさんの作品で、タイトルは苦しみはこの刃で、マイキャラのさきとくんを描きました。自信作なのですが、本当はもっと刀をパースをつけて遠近感を出したかったのですが、うまくいかずに結局つけるのをやめてしまいました。遠近感を出してほしいのと、服のシワの塗り方がよくわからなかったので、そこと、今回とある絵師さんを参考にグリザイユ画風的な塗り方で塗ったのですが、もっといい配色や塗り方があれば教えてほしいです。他にも気になる点があればバシバシ添削お願いしますとのことです。はい、塗り方をねグリザイユで塗ったということですが、全然違和感がなくていい感じの塗り方だと思います。はい、このやり方がやりやすかったらこのやり方でも全然いいと思います。ただね、グリザイユって結構サイドが低くなりがちなので、もしね意図せずにサイドが低くなりすぎちゃったなと思うんであれば、グリザイユじゃなくて直接色を選んで塗っていくのもいいんじゃないかと思います。ただですね、すごく綺麗に書き込みがされていて、もう技術的には言うことなしの素晴らしいイラストですよね。特に目元の書き込みがね、とてもこだわりを持って書かれていると思います。このね涙袋もくどすぎずに強調されていて、非常にバランス感がある人だなというふうに思いました。はい、素敵だと思います。で、このイラストのどこを添削していくかなんですが、ご本人が記されている遠近感についてですね。はい、刀に遠近感をもっとつければよかったっていう反省があるようです。はい、おっしゃることは分かります。ただですね、僕はここまで描ける方にはあえて言いたいんですが、遠近感って別につければいいっていうわけじゃないんですよ。むしろね、ミキトさんはその一歩上の段階、遠近感ではなくて空間を意識してほしいです。はい、空間です。ちょっと何言ってるのか分かんねえよっていう人結構いると思うんですが、はい、大丈夫です。この動画を見ていただければ、遠近感のもう一歩上位概念、空間を出すということを理解できて、さらにステップアップすることができると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、空間について早速説明していきたいんですが、はい、誰かにね写真を撮ってもらうのも面倒なので、毎回僕の写真で恐縮なんですが、今ですねこういうポーズですよね。ちょっと細かくは違いますが、大体こんなポーズだと思います。はい、でこれでも左手と右手に若干距離がないわけではないので、遠近感はねあります。ですが、ここに遠近感を強調するってなるとどうするかっていうと、はい、こうしますよね。右手で持ち手を持っていて、で左手をですねさっきよりも前に持ってきて、大きく持ってきて、この剣の持ち手と距離を空けて遠近感をつける。はい、刀もこっちの方が太く見えています。こういう風にして遠近感をつけるわけですね。ただですね、別にこうしちゃってもいいんですが、手をね前に持ってくると、なんていうかな、この手自体をすごく強調することにつながるじゃないですか。だからですね、演出としてはこの手を見てほしいっていう感じの演出になりがちなんですよね。でもうことさらにね、この手を見せたい、この手かっこいいでしょっていう時にはこれでもいいんですが、いやこの絵の場合はこの手じゃなくてさきとくんの顔そのもの、キャラクターそのものを強調してほしいんだよ、見てほしいんだよっていう場合も多いと思うんです。こういう場合にはですね、むしろ手を前に出すと邪魔になっちゃいますよね。なのでこういう場合に僕がおすすめなのは、手を前に出して遠近感を強調するわけではなくて、空間を強調するためのポーズです。例えばね、こうします。はい、手を前に持ってくるのをやめて、逆にこちらの手もですね剣の持ち手を握らせました。これによってどうなるのかっていうと、この辺にですね遠近感ではなくて空間が生まれるんですね。ほら、この辺に手が入っていきそう、頭が入っていきそうみたいな感じの空間が生まれますよね。絵ってですね、こういう空間が生まれると、ただただ遠近感を強調するだけではなくて、ものすごい臨場感というか、そこにね本当にキャラがいるような感じが強調できますので、十分に迫力を増すことができるんですよ。はい、この効果実際にねお見せしていきますね。まずは空間を強調するためには、もう少しカメラを引いた方がやりやすいです。単純にねこの絵空間を感じないのは、割と狭めにねトリミングされているっていうのも大きいと思います。はい、キャラを縮めて変形を加えていきます。はい、カメラを引いてキャラクターをもう少し小さくしてみました。はい、
それとですね、ちょっとこれは形ではなくて色の問題なんですが、キャラもグレーっぽい、背景もグレーっぽいって結構ね色味が似ているので、ここもあんまり空間を感じません。あえて似たような色にするっていう演出もありなんですが、今回は空間についての解説なので、あえてねガラッと変えてみます。こうしちゃいますね。はい、背景を赤にしたことでキャラと背景が思いっきり切り離されて、ある程度の空間の広がりを感じるようになったと思います。はい、でね、赤い空間にキャラを配置したことで肌色にも少し赤色を混ぜた方がその空間にいる感じがしますので、肌色の色若干変えてみますね。はい、こんな感じです。ただですね、これ全身が見えてないのではっきり分かりませんが、このサキトくん、もしかしたら色白でね不健康な感じにしたいんだっていう場合には、そんなに無理やり赤みを持たせる必要はありません。今回はね、あえて空間を出すっていうことを分かりやすく見せるために思い切って変えてる部分もあります。はい、あとですね、あらかじめすいません、衣装もですね、さっきの僕の写真でもそうなんですが、黒っぽい衣装で、しかも割と和服の袖のようにブカブカした衣装だと、ちょっとねここの空間を見せるのがなかなか難しいので、腕を見せるためにねこっちのこの袖があると思うんですが、ここをねなくしてベストみたいな感じにしちゃいますね。はい、まずは左腕から描いていきます。はい、左腕の肌を露出させたので、ここのね前後関係が分かりやすくなりました。何度も言いますが、ここ絶対に露出させなきゃいけないっていうわけじゃないです。今回は空間の説明のためにデザインを思い切って変更させていただいております。ちょっとですねベストを書き忘れたので、ベストも書き入れます。はい、こんな感じですね。本当は袖があるデザインだと思うんですが、ここを見せるために袖を削ったって感じですね。はい、そして刀も腕に合わせて変形していきます。はい、刀を描くって言って奥の腕もね描いちゃいました。引き続き刀の刃の部分をね描いていきますね。はい、こんな感じです。ここはねこう遠近感の強調ですよね。さっきはカメラに向かって水平に刀が立っていましたが、変更後はカメラに向かっていくように刃を向けてみました。これによって刃がねこっちに迫ってくるように遠近感をつけることができると思います。さあ、でここがめっちゃポイントです。刀と腕がですねこうクロスしたら、これを描くのを忘れないでください。はい、刀から腕に落ちる落ち影ですね。この落ち影がめちゃくちゃポイントです。この影を描くことで刀が腕とどのぐらい離れているのかはっきりと分かるようになって、この空間手をスルッと入れられそうみたいな、そういう感じが生まれたのがお分かりいただけるでしょうか。はい、そうです。それがさっきから言ってる空間なんです。遠近感でですね、手前と奥っていう感じで、単純な前後関係なので単純に迫力を強調するだけっていうことが多いんですが、今言ったように空間が描けるとですね、なんか触れそう、本当にそこにいるみたいっていう臨場感を表現することができるので、単にね迫力とか勢いだけじゃない生っぽい表現をすることができるようになるんです。はい、それとですね、この奥の腕も描いたことで、こちらの腕とこちらの腕のこの間の空間ですね、ここに空間が生まれました。なんかねここに
こうやってこう入れそうみたいな。いや実際はねこんな刀を持ってる人の懐にこんな風に入ったら危ないですけどね、あくまで空間で見た時にここスルって入れそうみたいな、こういう空間をかけるようになると必ずしもね遠近感は必要なくなるんですよ。もうそこまでね遠近感をわざとらしくつけたわけでもないのに、ここにね空間を感じることで見栄えがすごくするようになってきたでしょ。さて体の方にも手を入れていきましょう。次はねシワについてです。まずは服とズボン、ざっくりと外側のシルエットを取っていきます。はい、こんな感じです。でこの段階で大事なのは大きな立体感を意識して面で色を分けるってことです。この胴体大まかに立体で分けるとですね、こういう手前を向いた面があって、で奥に向かってこういう面があります。で胸のあたり下を向いている面があって、でこの辺でこう切り替わって上を向いている面がある。こっちにもねちょっとこう面が見えていますね。奥に向かった面が見えています。でこの袴の部分もここに正面の部分があって奥側の部分がこう見えていると。ざっくり言うとこんな感じの大きな面が感じられると思います。はい、これが第1段階で、第2段階は布ってこう引っ張られたり、あとはたわんだり重なったりして細かいねこうシワができていくので、そのシワの当たりを描いていきますね。この辺がねこう引っ張られるかなと思ったらこんな感じでこう当たりを描いていき、この辺もこう上と下にこう引っ張られるから、こんな感じで引っ張りじわができるかなという風に当たりを描いていったり、あとはこの辺たわんだりするからこんな風にこうたわみじわができるかな。あとはねこの辺もこう折り目とかがついているのでね、こんな感じでじわがつくかなっていう風に当たりを描いていきます。これだけでもね結構それっぽくなりましたでしょ。はい、そしたらですね今描いた当たりに沿ってこの面同士をこう侵食させていくっていう感じですね。こう侵食させていきます、お互いに。そうすることでこうシワを作っていくようなイメージですね。ほらこれだけですごくこうシワっぽくなりますよね。はい、もうちょっと細かくやっていきますね。はい、こんな感じですね。はい、ただですねシワって別にそこまで厳密にこう描かなきゃいけないっていう決まり事があるわけではないので、それっぽく見えれば OK だと思います。今回紹介した描き方をヒントに自分に合ったね描き方を見つけてみてくださいね。さあ最後、顔の部分も若干調整していきましょうか。まずはちょっと気になったのは目の大きさでしょうか。顔に対して目の大きさが若干大きすぎるかなと思いましたので、少しだけ小さく調整します。はい、そしたら目を調整したので合わせて鼻と口少し調整します。はい、顔の中身はこんな感じでしょうか。次に髪の毛の調整です。髪の毛はねもう少し動きがあってもいい感じになると思います。こうです。はい、静かな場面ではね特に髪の毛の動きは無理につける必要はありませんが、刀を構えている時とかは、意外とこんな風に髪の毛で動きをつけてあげると絵としての躍動感や面白みが追加できると思います。はい、あとそれとですね、絵の上下完全に同じ色だとこれまた空間が閉じているように感じてしまうので、狭苦しさを払拭するためにね上下どちらかだけでも色を変えてあげるのも効果的です。若干ねさっき明るくしたんですが、これをより強調する感じですね。はい、少しね下を明るく上を暗くしてみました。そして添削前にもついていた白いホワホワの玉ですね、これも浮いていたと思うんですが、それもね髪をたなびかせている風に合わせて少し動きをつけた感じでホワホワしてあげてもいいかもしれません。
はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。結構ね、ガラッと変えちゃいましたね。はい、今回は遠近感じゃなくて空間を強調しようということで添削を進めてきました。ちょっとね、空間を皆さんに分かりやすく解説しようと思って、こっちの腕を見せるために衣装を若干変更したつもりだったんですが、それにあたってですね、ついね、細マッチョ気味に描いてしまって、本来の不健康そうなキャラのイメージからはちょっと離れてしまいすぎたかもしれません。ごめんなさい。いや、もうそうじゃねえんだよって思った場合にはね、脳内でね、筋肉を削ぎ落として想像していただけると良いかなと思います。はい、ただね、僕がお伝えしたかったのは、この刀の落ち影、そして刀を持つ手と奥の手と、あとは体のこの間にできる空間、ここをしっかり表現できれば、無理に遠近感を出さなくても、まるでキャラクターがここにいるみたいっていう空間が表現できて、臨場感を出すことができると思います。ぜひね、さきとさん、遠近感だけじゃなくてね、空間を意識して表現してみてくださいね。お知らせです。賞金総額300万円、早い者勝ち漫画レース熊猫杯。はい、ということで、今回は角川さんの案件です。なんだかね、変な漫画賞をやるっていうことで紹介してほしいっていうことなんですが、賞金総額300万円早い者勝ちっていうのがどういうことなのか、角川さんからゲストの方が来てくださっているので聞いていきたいと思います。角川のアパンダ編集部編集長の赤坂さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アパンダ編集部編集長の赤坂です。はい。で、早速なんですが、編集長。はい。賞金総額300万円早い者勝ちってどういうことなんですか？通常の漫画賞って募集開始して応募期間が終了して、その後に編集部で選考があり、その中で受賞した作品の作家さんにご連絡をしたり、あとは紙面で発表したりみたいな流れで行っているんですけど、大体これが期間が数ヶ月だったり、長い時は半年くらいかかるんですね。ちょっとこれは遅いなっていう風に感じておりまして。遅いですか？はい。遅い。はい。はい。なので、もういい作品が応募されたら、もうその場ですぐ、この作品は5万円とか、はい、この作品も20万円みたいな感じで、はい、もうすぐに賞金を決めちゃって、リアルタイムで発表しちゃおうと。賞金総額300万円なんですけど、この総額の300万円に達したところで、この漫画賞終了です。みたいな、そういうちょっと速度感のある漫画賞をやってみようかなと思って、始めた賞ですね。めちゃめちゃ軽いノリですね。そうですね。ただ、実はこの漫画賞を過去に2回行っているんですけども、合計でだいたい200作品くらい応募がありましたので、うちの漫画賞としては結構作品の多い漫画賞になってるんじゃないかなと思っています。意外と大丈夫そうな感じですね。実際にすぐに受賞される方っていうのもいるんですね。そうですね。最速ですと、応募してから3日後くらいには発表があったという方もいたんじゃないかなと思います。3日？早すぎません？なかなか前情報通りの変な漫画賞ですね。あとですね、こちらの資料を見ていると、他にいろいろな要素があるみたいなんですが、まず正式なタイトルが熊猫杯プロ2024って書いてあるんですけど、このプロって何なんですかね？今回は応募資格をプロの方限定にしようと思ってます。プロ限定、はい、なかなかハードル高いですね。そうですね。なんでこんな漫画賞にしちゃったんですか？この動画見ている人ってプロじゃない方が多いと思うので、もうほぼ全員応募資格ないと思うんですけど。そうですね。すいません。ただ過去2回この熊猫杯っていうのを行っていて、その時は誰でも応募資格があったんですけども、意外とプロの方も多く応募してくださっていて、なら一層ちょっと1回プロの方限定でやってみるのも面白いかなみたいに思いまして、どういう思いがあるかと言いますと、この漫画賞の応募方法っていうのがニコニコ漫画っていう漫画だったりイラストの投稿プラットフォームの方に、投稿するっていうところからスタートするんですけど、なのでいろんな方が作品を見られるんですね。知ってるプロの方がこんな漫画描いてるだったり、あとはプロの人が漫画賞の作品を描くとこういう感じになるんだっていうのを、みんなで楽しんで見てもらえるんじゃないかなと、っていう、書き手と読み手、両方回し込んだエンターテインメントみたいな賞になればいいかなと。はい、それは面白そうですね。あとですね、来年以降またこの熊猫杯やった際には誰でも応募できるような形にしようかなと思っているので、これからプロを目指す方たちは今回、応募された作品を見て、こういう風に書けばいいんだとか、そういう参考にしてもらえればいいのかなと思って、こういう形で今回プロ限定という形にさせてもらいました。あと今回応募資格を厳しめにしたので、参加してくれた方には一律5万円の参加賞をお支払いするとい
いう形にさせてもらいました。一律5万円もらえちゃうんですか？はい。漫画賞でそんなの聞いたことないですね。そうです、もうめちゃくちゃですね。はい。参加賞として5万円。参加したくなる。ぜひぜひ参加してもらえればといった感じなんですけども、ただ先着20名となりますので、こちらも早い者勝ちなので、ぜひお早めにご応募ください。はい。さて、概要についてはなんとなく分かってきたような感じがするんですけど、細かい部分についてもうちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか？はい。で、こちらの資料にですね、お題って書かれているんですが、このお題って何ですか？はい。斉藤さんは、なんか素敵なイラスト描いてくださいって頼まれたらどうします？素敵、はい、素敵なイラストですか？なんかちょっとこうぼんやりしてるので、いや、素敵なイラストってどんなイラストだろうってちょっと迷っちゃいますね。そうですよね、はい。どんな作品を描けばいいんだろうって、まずそこで迷ってしまう方が多いかなと思ったので、今回の漫画賞に応募する人も、まずそこが一つのハードルになるんじゃないかなと思っております。なので、このお題を参考にしていただいて、こういう方向性作品描いてみようみたいな感じに決めていただくっていう使い方をしてもらえればいいかなと思っております。もちろん、このお題を使わず、もう自分の描きたい作品を描いていただくっていうのももう全然 OK ですので、ぜひうまいこと活用していただきたいなと思っております。確かにプロとしてもこうお題が具体的にあった方がね、やりやすいかもしれませんね。はい。さて、熊猫杯についていろいろ語ってまいりました。これまでにね、ない要素が盛りだくさんのショーだったんですが、赤坂さんから何か補足事項はありますでしょうか？はい。今回こういう感じで、斉藤さんの動画に参加させていただいたということもありますので、ここはぜひ斉藤さんに作品を選んでいただくという斉藤直樹賞を、斉藤直樹賞、はい、今回10万円分ご用意させていただきましたので、ぜひ斉藤さんには気になった作品を一つ選んでいただければと思います。10万円分選んでいいんですね。はい、素敵な作品選んでくれると期待してます。頑張って選びます。よろしくお願いします。いやー、ありがとうございました。お話を聞けば聞くほど変な漫画賞でしたね。はい、なんだか面白いことになりそうです。応募開始日はテロップのここに表示されております。ニコニコ漫画への投稿で最低4ページから大丈夫ということなので、プロとして漫画を描いている人は参加してみてはいかがでしょうか。詳細は熊猫杯の公式サイトに記載されております。概要欄にリンクを貼っておりますので、応募してみたいと思った人、どんな作品が応募されるか読んでみたい人、なんだか気になっているという人はぜひ見に行ってみてください。赤坂さんからも何か最後ありますでしょうか？はい、先ほども言ったように、この漫画賞はニコニコ漫画に投稿するという形をとっていますので、皆さん自由にご覧になって自由にコメントしてください。編集部の人たちもコメントを見ながら受賞の参考にしたりもしてたりするので、ぜひ皆様たくさんのコメントよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この動画は角川さんの提供でお送りしました。赤坂さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご応募お待ちしてます。お待ちしてます。